はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月のタロットリーディングをさせていただこうと思うんですが、2024年がどんな1年かっていうのは前回の星からのメッセージとして先生術的見解の動画を上げていますので、そちらご覧になっていただいた上で、じゃあこの1月はどうかなということで1月をちょっとタロットで深掘りしてみますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソードの6ワンド5の逆、ペンタクス9、女帝逆、ジャッジメント逆、カップ8、マジシャンの逆、はい、気をつけることや対策は死神の逆とラバーズとオラクルは、はい、ペンタクスの5です。そうですか。はい、ちょっとまず星の補足なんですけど、1月20日までっていうのは何かこう一人じゃなくてグループと携わったりとか、みんなで何かの方向性を作っていこうとか、新しいグループに入ったりコミュニティに入ったりっていうことで、何かこう他者からも刺激をもらいつつ自分を成長させていくみたいな1ヶ月なんですね。なので1月11日の新月は何か自分の人生にプラスになるような意図をするというか、願い事をして、今年はこうなったらいいなって、もちろんいつでもそれは願っていただいていいんですけど、特に1月11日っていうのは未来を作っていくっていうエネルギーが強いので、そこで意図していただいたらいいかなと思います。で、その1月の20日以降っていうのはちょっと次元の違う世界に行きそうな感じがあり、現実的な世界で何かをするとか何を構築するとかそういうことよりも、なんかもう少しゆっくりと自分自身を感じながら癒したいなみたいな感じで、ちょっと世界が変わるみたいな感じがちょっとあるんですけど、カードで見たところ非常に順調な滑り出しです。その何かがすごくブロックになってるとかではなく、いろいろ問題があったとしてもそれなりに流れていってるよねとか、ちゃんと進んでるよねということで、お仕事や人間関係やコミュニケーションももう本当に壁っていうよりはちゃんと流れてますよっていう感じで言われています。で、何よりも何かあれですね、魚座の皆さんにとって戦っていくとか、無理やりでも何か競争していくとか、そういう意識が今ほぼないっていうか、そういうのはやめたみたいな感じかな。なんか戦わないで、進んでいきたいみたいな、もう争ったりとかそういうのは嫌だっていう感じが出てまして、その意識っていうのがすごく自分を安定させてるみたいで、誰かに対して戦わないとか何か無理しないっていうこともそうなんですけど、同時に自分自身のことも無理にいろんなことをこなすっていうのをやめて、もう少しゆっくりしようみたいな感じかなと思いました。で、そう思えるのはなぜかっていうと、この1月までの流れの中でやっぱ去年頑張ったことがあったと思うんですよね。すごく頑張ったことが、それをご自身でも認められているのかなって感じがしました。ここでやっぱりペンタクスの9が出てるということは何かしらの進展があったと思うんですね。で、これは人それぞれの状況ですけど、自分なりに頑張ったことの何か結果が出たとか、やっぱり次につながったとか、要は実がなってるわけです、ブドウが。そのブドウを自分は手にしてる、もしくはもうこれからまさに確実なものを何か得ようとしてるみたいな感じがあるんですね。なので、だからこそちょっとゆとりを持って、そんなに自分でガツガツしなくてもこの流れに乗っていこうっていう感じなのかもしれません。それがすごく豊かさとして今あるので、それをふんだんに感じていただきたいんですけど、ちょっとそうね、ちょっと見てみようかな。その豊かさを感じるとか、自分がやってきた功績を自分で認めるとか、それと自分を甘やかすっていうのがちょっと違うかなって感じもあって、そこだけ注意ですね。ペンタクスのクイーンが出てるので、非常に自分の中でちゃんとしっかりとした価値っていうものを見て、それがこれからも自然の流れとともに増えていったらいいなっていう感じでいいんですけど、それと自分を陥れるようなダラダラした生活だったりとか、暴飲暴食とか、それってちょっと違うじゃないですか。なので、あくまでも自分を本当に大事な存在として見た時に、
自分に対して何かをしてあげる、ちゃんと頑張ったからご褒美あげようとかはいいんですけど、流されてダラダラするとか、ちょっと甘すぎる、お金を使いすぎるとかもそうだし、なんかそこはちょっと注意してくださいねって感じで言われてます。で、あのねオラクルがペンタクスの5なんですね、私から見ると逆なんですけど、まずこれがオラクルに出てる時点で本当の自分の価値っていうものを見失っていませんかっていうメッセージがあるんです。これ誰でも陥りますよ、たまに。どれだけなんかやっててもなんか全然できてないと思ったりとか、自分の価値っていうのどうしても見失いそうになって、改めてもう一回見つめ直すとか、もう一回これが私の価値だったって思い出すみたいなのがあるので、別にこのカードが出てるからダメっていうわけではないんですけれども、なんか今その本当の自分の良さとか自分がやってきたこととかっていうのは本当の意味で感じられてますかっていうのがメッセージです。なのでそれを本当に感じていたら、あの自分にとって本当にベストな行動をするはずなんですね。だけどちょっとそこがなんかずれてるというか、さっき言ったみたいに、頑張ったんだからいいやって言って、自分にとってあんまり良くないことをご褒美としてあげたりとか、なんかずるずるダメだと思いながらずるずると何か良くないことを続けたりとかっていうのがあるかもしれないので、そこだけ注意ですね。いつかなんとかなるかなと思って棚上げにしてるものとかっていうものをそのまま流れに任せてると、自分がそこから離れていくっていう感じがあるんですね。ではなく、今出てるワンダのエースとかペンタクスのクイーンとかっていうのはもっとはっきりとした自分の中に本当にいいものっていうものを自分に与えようっていうエネルギーがあるので、そっちの方にシフトしていっていただくと、それを探しに行くんだったみたいな、思い出した、そうだったっていう形で自分で修正していけます。そして新しく始めることもできるんですけど、ちょっと少しタイミングがずれるかもしれないので、最初のね、なんか今そういえば私お正月ダラダラしてそのまま正月気分が抜けなかったっていう方はここでシャキーンとしてみるとかっていうのがいいと思うんですけど、微妙なとこですよね。この星で見た時に1月20日以降ちょっと違う世界に行きそうっていうのがあって、こういう時っていうのは確かにダラダラしやすいとかあるんですけど、本当の意味での需要を自分に与えるって思ってくださいね。ちょっと見てみようかな。そうね。そしてペンタクスのナイトということで、やっぱりすごくなんかこうそこの方にあるこれですよね。その去年考えていたこととか自分の中で成し遂げたぞと思えることとか、それが着実にちゃんと分解されたとしても形を変えて自分の中に根付いてて、それを使っていけるよっていうのがあるんです。そしてもし新しい方向に行きたいと思ってらっしゃる方はその今まで培ってきた分解した価値あるものっていうものをちゃんとつなぎ合わせながらまた新しくやっていけるよっていうふうに出てるので、決して何かを失ってるとか分解したままになってるわけじゃないんですけど、自分の中では何かそれを手応えがもしかしたら感じられてないのかもしれないですね。これはでもね、また2月の後半になったらまた感覚っていうのは変わってくるとは思うんですけど、今この1月のメッセージとして言われているのは一番はそこです。本当の自分の価値、本当の自分にふさわしいものを自分に与えましょうっていう感じかな。はい。そしてそうすることによってね、何かが変わるんですよね。ここでもマジシャンっていうのが出てたりとか、まだ私から見るとちょっと逆位置なんですけど、死神の逆位置っていうことで再生っていうものも出ています。そして自分がやりたかったことをやるっていうなんかときめきみたいなのもあるので、本当に自分がごまかしていたことっていうものをやめて、そして自分のためになる一歩っていうのを進めていく。でその鍵っていうのが自分にはもともとその価値があったっていうことを、思い出すことかなって思いました。ちょっとオラクルもう一番見てみます。カップの9ですね。カップの9、喜びが待ってますね。喜びが待ってる、だけどその喜びが待ってるんだけど、まだね香りがしてくるだけで物がないって感じだと思うんですけど、でもいいんですよ。それでもとにかく今準備しておきましょう。何か自分が本当に受け取るべきものを。
ワンドの6っていうことで称賛されますね。何かにおいて。なのでこれはお仕事だったらご自身はそんなにめちゃくちゃ仕事をやるぞとか思ってなくても、いい形で流れていきますし、違う形の仕事として何かをつなぎ合わせて新しい仕事を作っていくっていう感じもあります。でそれがとっても嬉しいことで称賛もされるみたいな感じがあります。でパートナーシップだったら今までうだうだしてた関係っていうものにちょっと何かきっかけを作るんじゃないですかね。まあ目をつぶっておこうと思えば目をつぶっておけるけど、それって本当に私の人生にとってプラスなのかなっていうことを考えたりして、そして自分から去っていくみたいな感じがあり、そしてその後に再起するっていうのかな、自分の中でもう一度再生して新しい喜びを見ていこうという形なので、はい、そんな感じです。なので全てにおいて言えるのは、自分の中にある価値を本当にしっかり大事にして、自分に本当に価値あるものをさらに自分に与えてほしいかな。はい、そんな感じです。ということでここまでにしておきます。次回また2月の頭ぐらいにねアップしたいと思います。そしてもしタロットリーディングとか先生術に興味ありますっていう方は、ぜひアストロフレンズやタロットフレンズのメンバーシップ概要欄に載せていますので詳細ご覧ください。一緒に勉強したりしたい方はね、そして勉強したいわけじゃないんだけどいい日だけ知りたいとか、なんかお話し会だけ参加したいなっていう方は LINE の方もLINE フレンズというメンバーシップがありますので、そちらも概要欄から詳細ご覧いただければと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。ぜひ1月もいい時間になりますように。失礼します。